やっちゃいけないことやっちゃいかんの。やっちゃいけないことやったらやっぱり一回立ち止まってやり直すことですよ。肩書きでなく役割で仕事をしよう。いい商品で回答していくんだと。これから生まれてくる子どもたちがもっと自由でもっと豊かな夢を描ける未来を作っていく。トヨタグループ全員で次の道を発明いたしましょう。トヨタグループ17社の関係者らが集まりました。これから初めてのグループビジョン説明会が行われます。皆さんおはようございます。豊田章でございます。お集まりいただきましてありがとうございます。今日このトヨタグループの歴史が詰まった産業技術記念館にお越しいただいた理由は一つ。私たちのこれからについて皆様と一緒に考えたかったからです。歴史を紐解いてみますと、終戦後わずか10日ほどの1945年8月27日、トヨタグループの持ち株会社であった豊田産業の戦後初の取締役会が開催されました。集まったメンバーはこちらです。出席者全員が創業期を支えてこられた方々です。この方々が戦後間もない時期に集まり何を議論したのか。当時のトヨタグループは繊維産業から自動車、さらには航空機の製造を中心とする機械製造に事業分野を大きくシフトしていました。終戦により機械製造関連の需要を一気に失い、戦後グループをどのように運営していくのかが喫緊の課題となっていたのです。この取締役会はトヨタグループ全体の方向性を決める重大な意義を持っておりました。取締役会が開催された場所は豊田産業の本社事務所ではなく、グループ全体の精神的支柱であった豊田自動織機製作所でした。危機に直面したとき、みんなで集まり原点に立ち戻る。先人たちはそのようにしてあまたの危機を乗り越えてきたのだと思います。そして今の私たちにも同じことが必要なのではないでしょうか。今日はトヨタグループにとって次の一歩を約束する日にしたい。そう願って私はここに立っております。まずはこちらをご覧ください。これは1895年、豊田商店の設立に始まるトヨタグループの系譜図です。苦労する母親を少しでも楽にしたい。機織り機の研究に没頭した豊田佐吉は1890年、豊田式木製人力織機を発明します。誰かを思い、学び、技を磨き、ものを作り、人を笑顔にする。発明への情熱と姿勢こそトヨタグループの原点であると私は思います。その後、豊田紡織、豊田自動織機製作所の設立へとつながり、系譜図はご覧のように縦に伸びてまいります。1930年代に入りますと、豊田喜一郎が立ち上がります。ただ自動車を作るのではない、日本人の頭と腕で日本に自動車産業を作らなければならない。
当時の日本の工業は技術水準において欧米に大きな遅れをとっておりました。そこで自動車を国産化することで、この国の産業のモデルチェンジに臨みます。喜一郎は自動車だけではなく飛行機の研究もしておりました。息子の正一郎には、火事でも燃えない家を作れと言ったそうです。喜一郎が作りたかったもの、それは日本に生きる人々の幸せであり、次世代が夢を描ける未来だったんだと思います。もちろん自動車も未来も一人では作れません。共に苦労し、共に励まし、共に高め合う仲間が必要です。鉄、ゴム、電子、多くの会社がトヨタと歩み始めます。トヨタと名の付く会社だけではありません。創業のきっかけは違っても、自動車産業を起こそうと志を同じくする仲間ともトヨタは力を合わせました。独自の個性、強みを持つ会社との連携が進み、トヨタグループの系譜図は横に広がってまいります。今一度この図を見つめてみてください。私は縦と横の広がりにそれぞれの意味を見つけました。縦の系譜は未来を切り開くぶれない意志により進化し続けるもの。横の系譜は同志、すなわち志を同じくする仲間と共に進化し続けるもの。私たちはこれまで先人たちが紡いでくれた縦糸と横糸で織りなされた自動車産業で生きてきたと言えます。それがどれほど幸せなことか、私たちは理解し感謝してきたでしょうか。最初にこの気持ちを忘れてしまったのが他ではないトヨタ自動車だったと思います。世界中の人々の暮らしを支える移動をもっと楽しく、もっと豊かなものにする。そのためにもっといい車を作る。これは創業の精神であり、車屋としての本分でもあります。それがいつしか台数や収益を一番に考える会社、車ではなくお金を作る会社に変わってしまった。数字が伸びればたくさんの人たちから褒められます。褒められたい。誰もその気持ちを責めることはできません。ただ考えなければならないことは、その台数や収益がどこから出ているかだということだと思います。先人たちが種をまき、耕し、育ててきた畑から収穫するだけであれば、そんな経営が長続きするわけがありません。私が社長に就任した当時のトヨタ自動車がそうでした。リーマンショックによって創業以来初めての赤字に転落し、自動車産業を支えている多くの方々にご迷惑をおかけしました。さらには世界規模でのリコール問題によって最も大切なお客様の信頼を失ってしまいました。トヨタ自動車はこの時一度潰れた会社だと思います。
そこから14年という歳月、そして私自身のすべてをかけて、仲間と共にようやく車屋と言えるところまで立て直してまいりましたが、まだまだ油断をすればすぐ元に戻ってしまう、そんな状況だと思っております。これはトヨタ自動車だけの話ではないと思います。私たちは横糸で深くつながっている関係ですので、トヨタ自動車が創業の原点を見失ったように、グループ各社にも今同じことが起きているように思います。会社が存続の危機に陥ったとき、私たち経営者の前には必ず2つの道が現れます。一つは対症療法や一発逆転狙いで短期的な成功を目指す道です。もう一つは自分たちの存在価値、自分たちに存在価値をもたらした創業の原点に立ち戻る道です。私たちが行くべき道は一つです。それは創業の原点に立ち戻り、おかしくなってしまった体質を立て直すこと。それだけではありません。同時に未来への種まきや挑戦を何があっても続けていかなければなりません。私自身もトヨタらしさを取り戻す戦いを続けながら、TNGA をはじめとする研究開発投資や新しいジャンルの仲間づくりなど、未来への種まきは絶対に止めてはならない、ぶれない意志を持って続けてまいりました。なぜなら、それが縦の系譜を紡ぐことになるからです。種まきですからすぐに成果は得られません。ですが、一人で悩み苦しむ必要もありません。先人たちは私たちに横の系譜を残してくれています。私は今この横糸に心から感謝をしています。未来はみんなで作っていくものです。会社の歴史も作っているものも違いますが、ものづくりにかける愛と情熱、子どもたちの幸せを願う気持ちは、ここにお集まりの皆さん、同じだと私は信じています。トヨタグループらしさとは、各社が持つそれぞれの原点と個性を大切にし、真摯にまっすぐにものづくりに向き合うこと。それはつまり人間を愛し、社会のために尽くすこと。そのために私たちトヨタグループ全員が立ち戻ることのできるビジョンを考えました。次の道を発明しよう。時代は変わっても脈々と受け継がれてきたもっといいものを作りたいと願う発明の心、それこそが私たちの根っこだと思います。一人一人が自分の中にある発明の心と向き合い、誰かを思い技を磨き、正しいものづくりを重ねる。互いにありがとうと言い合える風土を築き、未来に必要とされるトヨタグループになる。そのための心構えを定めました。誰かを思い力を尽くそう。仲間を信じ支え合おう。技を磨きより良くしよう。
誠実を貫き正しく作ろう。対話を重ねみんなで動こう。私たちが生きる世界は100年に一度の大変革期、正解のない時代です。今の評価を求めるのではなく、未来に生きる人たちから、そして私たちに道をつないでくれた先人たちから、ありがとう、そう言ってもらえたとしたら嬉しくありませんか？分断や対立、争いや誹謗中傷が絶えないこんな時代だからこそ、子どもたちのために、自分以外の誰かのために、未来のために生きる、そんな大人の世界、背中を見せたい。そうは思いませんか？私たちには先人が残してくれてきた道があります。ですが、まだこの先に道はありません。作るのは私たちなんです。モビリティ事業を核にして世界中の人々を笑顔にしていく。これから生まれてくる子どもたちがもっと自由でもっと豊かな夢を描ける未来を作っていく。トヨタグループ全員で次の道を発明いたしましょう。ありがとうございました。グループビジョン説明会の後、豊田会長は会場に訪れたグループ各社の経営陣や現場のリーダーからの質問を受け付けました。今日ですね、この後こういう会をやったよということを前提にですね、この午後、記者会見をやります。今のビジョンやらいうのをお聞きになって、どなたからでも結構ですので質問を受ける形で、進めていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いをします。ではどなたかどうぞ。と言っても手を挙げないでしょ。面白いのはね、先ほど言いましたでしょ、このグループは各社のトップは来てください。それ以外は職場のリーダー、とかいうのを選択してくださいということを申し上げましたけれども、ちょっと私が社長をやってきたトヨタ自動車と皆さんのところではギャップがあります。どういうギャップかというと、皆さんは肩書きで選んできてます。例えばトヨタ自動車ね、こういう人がいます。はい、女子バスケ監督。私は運動部ということでですね、日々バスケットボールを中心に活動しています。ただチームというところを、作るにあたり、ヘッドコーチとして、大事にしたいところはやはりぶれない意思っていうのは、非常に大事だと思っているんですが、何か問題が起きた時、何かあった時に何か自分の意思がぶれてしまうんじゃないかとか、そういうような不安に陥ってしまいます。なのでそういう時に会長でしたらどういうようなことをチームであれば選手に、また同じコーチ、私であったらコーチングスタッフに、言葉、言語技術のところであったりアドバイスをいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。もう一言、大賀ヘッドコーチ、自分を信じなさいだと思いますね。でよく僕選手たちがね、新しい体制に変わった時あるじゃないですか、ね、やっぱりその過渡期っていうのはね、いろいろ成功体験を引きずってる分ね、大変だと思うんですよ。世の中からは同じようなね勝率を期待されるし、そうは言っても経験不足の選手が入ってくる。でもそこを入れていかないと持続的にね結果は残せないだろうと。そういうような時、自分が
やっぱりヘッドコーチに選ばれてる。それはなぜだろうか。やっぱり自分が今までやってきた経験、なんだなというところはぶれない軸にするべきだと思います。それを誰かがこう言ってたとかね、あっちのチームがこうやってるからねいいとかいうことじゃなくて、やっぱり自分自身がやってきたことほど説得力があることはないと思います。今まで通りやってもらえばいいんじゃないですか。ただし伝送に負けないように。ありがとうございます。すいませんね、市場が入ってね、でもやっぱりね負けず嫌いなんですって。でもその気持ちをどういうふうに当てるかですよね。勝てばね何やってもいいんだっていうのはいけない。やっぱり勝った時負けた時相手チームからどう思われるか、そこがね僕大事だと思いますね。だからいい試合してください。ありがとうございました。はい、それとかねトヨタからはこういう人もいるんですよ。学園トヨタ学園今度卒業式で挨拶するの、どういう大人になりたい？自分はトヨタの学園に入ろうと思ったきっかけが自分の父親がトヨタで働いていて、その背中を見て入ってきて、なので自分は父親を超えたいっていうところがあるので、まずは、自分の父親のような大人になりたいなと思います。お父さん聞いてたら喜ぶと思うよ、ね、ただね今きっとねお父さんの息子って言われちゃうんだよ。僕もよく言われました、社長の息子ね、その何も知らない苦労知らずのボンボン、ね、だけどいつの日かね、僕の父親が誰々だ、僕のおじいちゃんが誰々だって言われるように、自分がやっぱり努力しよう、ね、というふうに思いましたので、努力は一生続きますから、ね、頑張ってね。はい、はい、はい、というようなリーダーをねトヨタ自動車は呼んでくれました。これがちょっとその肩書きでなく役割で仕事をしようというようなことをね、ずっと14年間言い続けてきた一つの現象なんじゃないかなというふうに思います。ということでどなたかご自由に。質問というか悩みでもあるんですけど、未来に向かっての種まきと、確かにこれまでのトヨタグループというのは、創業期からのトヨタグループの強さ、これをずっとそのまま受け継いできてここまで来たと思います。でこれからもう一度トヨタグループが一致団結して未来に立ち向かっていこうということからすると、大きくやっていかないとなかなかライバルも強いので厳しいかと思うんですけど、これからのトヨタグループのところについてもしご意見とかいうことがあれば伺いたいと。私公聴会を体験いたしました。社長になってすぐの公聴会でした。辞めさせたいなら辞めさせたいでいいんだけれども、辞めるにあたって自分自身の心境はどうだったかというと、初めてトヨタのためになれると思ったんですよ。そこでしんがり社長というね言葉が出てきたんですが、その後何をやったか、一日一回笑うことを仕事にしたんですよ。で一日一回笑うことだけを仕事にしました。どうせ社長は終わった、どうでもいい話をして笑う。それでその中にトヨタってこんないいとこあったよねとかね、トヨタの車ってこうだよなとか、それから、私は工場とかね、販売店の現場とか本社勤めが1年だけで社長になった人ですから、ですからある面本社勤めっていうのがあまりございません。そういう中で現場から見てたトヨタ自動車ってこんなに良かったよねっていう話をどんどんし、そして、夜ですね、今回も出てきましたけど、この手帳ね、この手帳を枕元に置き、そしてその枕元に夢に出てくる厳しい追求に対して自分が答えてる内容をどんどん書いていきます。それで公聴会をなんとか通過したという感覚があります。
何か問題が起こった時には再発防止とすぐ言われます。再発防止っていう時には何が原因だったか、ね、犯人は誰だったのか、だから犯人探しと、ね原因追及にものすごく時間を費やすわけですよ。ですけれども一つの理由でこういうこと起こってないんです。いろんな理由がね、いろんな理由が重なって、起こっちゃった、ね、それが今回のあれだと思います。で、その公聴会の時は何にも知らない私が出てって、とにかく責任者は私です。責任者っていうのは何でも知ってればいい、何でも解決すればいいっていうものではなくて、さらされてかっこ悪いとこ見せる、ね、だけどしんがり役のようにね、その何かを守る、そういう僕は姿を今示すことが必要なんじゃないのかなというふうに思ってます。人間にはね、長所短所が100あるとして、99の長所だけど1個の短所が許せないって人いますでしょ。ね、いい人なんだけどあれ絶対許せないからねと、ね、でも逆に本当に99ダメでも1個の長所がめちゃくちゃいい人もいるんですよ、ね、私はどちらかというとそっちになりたいと思ってます、ね、99欠点ばかりでも、ね、1個の長所がやっぱりあの人だよっていうね、いうふうに言われたい、人生観を持ってますので、だからそういう意味ではそれぞれの会社も法人といえどもやっぱり強み個性を伸ばしてあげる、それこそがずっとその会社でやってきた、それからこれからその会社でやっていこうという人たちの希望と元気につながると思いますので、ね、絶対やってほしくないのは、短所をね一生懸命強化してね、まずは弱いところをあれしようじゃなくてね、どんどん、強いところを伸ばしてあげるような企業体質になっていくとね、いいんじゃないかなと思いますけど、これは全くね実現不可能なねミッションだと思います。でも実現不可能だけどトップはそれを持ってやることがね必要なんじゃないのかなと思います。先ほど横糸同士っていう話があったんですけども、自分がこうグループ会社にいてこのグループ間の会社のこの密接度というかコミュニケーションというか、そのあたりがまだ自分も含めて十分じゃないなというふうに思ってまして、会長の立場から見た時にそのあたりがどういうふうに見えるかなというのが質問でございます。トヨタ自動車っていいか悪いかともかくね、機能分業の会社だったと思います、ね、それだとね結局ね、私機能が悪いとは言いませんけど、経営レベルでは機能は象でいうと尻尾だけ見てる、耳だけ見てる、鼻だけ見てるってことになるんですね。だから鼻だけのところでね議論してても会社としてはどうなのかなっていうふうに思いました、ね、それでトヨタ自動車の 100% 子会社になったトヨタ車体、そして東日本、それとダイハツ工業、この上場廃止となったこの3社がですね、それ以降100% 子会社ということは今までダイハツの株を持ってた、それから関東自動車の株を持ってた、セントラの株を持ってた、それからトヨタ車体のね株を持ってた方がみんなトヨタ自動車という株価に変わっちゃうんですよ。それで株主総会で行くと、全てトヨタ自動車の株主総会に出てくる。そうすると私は今度代表をして、当時議長をやってましたから、私が代表してトヨタ車体の株主さん今まで、に対しても答えなきゃいけないんだなと思って始めたのが 100% 子会社の株主総会です。でそこでもですね、そこでものすごく、私はやり方を変えたのは一つは普通でいけば各機能代表者がねそれぞれの機能から普段のお付き合い状況からいろんな質問をするということになったと思いますけど、投資家の方も入ってもらいながら投資家目線、そして商品目線、そして人目線ということで
いろいろとその各機能に、関係なくいろんな質問をしようよと。それでどういう会社になってほしいのっていうね期待値は大株主であるこちらがいいよねというようなことをしていったと思います。でそういう中においてねやっぱりその3社は随分変わってきた。じゃあなんでダイハツでねああいうこと起こったのということなんですが、やっぱり当時ダイハツとね東日本を比べますとやっぱりダイハツの方がいろんな意味で車作りうまかったと思います。で、そこを、非常にリスペクトしちゃいました私が。ね、それでリスペクトしたし、逆にその遠心力、ダイハツというのはトヨタと根っこが違うんですよね。日野ダイハツっていうのは。だけどもうトヨタグループに入ってからもう長いよねと。ね長い中でじゃあトヨタらしさもあるんだけどやっぱりそれよりもダイハツらしさ日野らしさ、というようなものが必要だよねということでちょっと話をしてない時期がありました。ね、だからそんなねその遠慮みたいなのもあったんじゃないのかなと。だけどダイハツがよくやってくれたのはね、私アジア本部長の時に当時ねトヨタ自動車はアメリカ主導でしたよ。ね、だからアジアでこれ売れよっていうことを言われる車は全部アメリカ仕様の車。どんどん大きくなりどんどん高くなりどんどん重くなりねという車をアジアで売れって言われたってねアジアじゃ無理ですよと。ね、でその時に助けてくれたのは僕ダイハツだと思いますよ。ね、そういう意味で僕ダイハツとね一緒にやってきたからこそねこういう本当にグローバルになっただからこそトヨタは今マルチパスウェイって言えるんじゃないですか。ね、当時のアメリカとかねヨーロッパ中心そして日本中心であったら間違いなく5年前ハイブリッドという選択肢じゃなくてこれは BV 一辺倒でいったと思いますよ。ね、で BV 一辺倒にやらずにあそこで体力を作れたことが良かった。ね、でそういう議論が果たしてトヨタと関係会社でできてるかどうか、ね、そこのところがねやっぱりトヨタについていけば何かしらの結果が出る、ね、だからトヨタさんがこういうならしょうがないよなっていうのでね止まってんじゃないのと、ね、でもそこはねここにおられる人がやっぱりね独立会社なんだから、そこは意思を持ってね本当にその市場のためにそしてフルラインの商品のために、何がいいのと。でやっぱりその市場とか商品を一番知ってる人が一番発言力がなきゃいけないと思います。会社の規模とかそういう力で、議論が進むっていうのはおかしいと思うんですよ。公平な立場じゃなければ我々の上から目線も悪いかもしれないけど皆さんの下から目線も悪いんですよ。ね、だから上からも下からもないんですよこれは。あるのは商品目線と顧客目線。ね、そこで行った方がすっきりしますって。ね、それでいい商品で回答していくんだと。それがものづくり企業なんだからいい商品で結果を出すっていうことを腹に落としていただければねちょっと変わってくるんじゃないのかなというふうに思います。先ほど冒頭にですね豊田会長から、ダイバーシティという話が最初に出たと思います。会長から見てですねグループ全体のこれからの例えば女性の活躍といったところをですね、どのように期待をされているのかというところをですねちょっとお聞きしたいと思いまして、はい、数とか比率でね、決めるもんじゃないと思います。それはね僕に言わせればノットフェアでしょっていうふうに思うんですね。ですけども明らかに今の状況はね偏ってると思います。これは日本企業に、特殊な状況だと思います。で日本企業の中で日本だけでやってる企業じゃないんですねこの自動車って。で本当にグローバルなコーポレートだと思います。そうした時に日本の本社だけをねそうするんじゃなくて全世界のそのオペレーション
オペレーションの中でどういうふうにしていくか、ね、それでそれをこれ女性が少ないから女性増やそうねじゃなくてね、やっぱり全ての人に働きたいと思う環境にしてあげること。でそれがねやっぱりね人事制度がねそう言ってないところあるんですよ。あなたは業務職で入ったんだからとかね、あなたはそういうところで入ったんでしょとかねいうなんかねその本人の努力ではどうしようもないねどうしようもないその足かせみたいなのねあると思います。だからまずは比率でね数だけ合わせましょうなんていうのは絶対やるべきじゃないと思うけど少なくともね誰でもね幹部になりますっていうねいうのを邪魔してると言っちゃなんですけど邪魔してる人事制度をまず改善してあげることだと思いますね。ちょっと司会やってみるいろいろこうやって当てるの、すみません、ここに隠れておりました、はいすみません、富川でございます。明夫さん自身トヨタらしさを取り戻す戦いをトヨタでされていて14年という長い時間がかかった。どうしてもやっぱり時間がかかってしまう。で今回原点に立ち戻るんだよってグループの皆さんにおっしゃって、皆さんも原点に立ち戻るために時間はかかると思います。ただ今の現状世間的に見るといやトヨタグループそんなに時間をかけていちゃいけないんじゃないかという声が出てくると思います。そういった時に明夫さんからグループの皆さんにアドバイスできることっていうのはありますでしょうか。アドバイスというよりも行動で前に進んでるかのごとくのことを示すことだと思ってますね。だから私はグループの責任者になりますよという発言をね今日しますけどした時の次の私のアクションとして何をするか。今年6月のグループの株主総会全部に出席します。ただしその中でデンソーとねトヨタ自動車は私反対側にいますけど反対側っていうのはね回答者側にいますがそれ以外の会社の場合は全部株主席に行けますから行きますからねこれ本当にねこれねもう全部一回出てみようと毎年出ませんよ今年出ようと自分が株主側にね座って本当にこの会社というのは株主という人の聞きたいことに答えてるのかなと、というようなのを素直な目で一度見させていただきたいなというふうに思いますので楽しみにしていただきたいというふうに思います。先ほどの現場力を強くするっていうところとダイバーシティの話もありましたけれどもやっぱり人のマインドを揃えるところがとても大事だと思っていて上の方の方になったらやっぱり先ほどの処置じゃなくて原点に立ち返って考えるそういったところがなかなか目先の処置に行きがちで原点に立ち返って考えるっていうところここのマインドが揃わないことも多いと思っています。いかなる企業も私ね問題を起こさない企業はないと思います。企業が、何か動いてる限り絶対ね問題っていうものは起こると思うんですよ。それで、ただ何が問題かというふうに気づくためには正常と異常というものを企業としてしっかり物差しを持っておくことが必要でしょうね。全てのものを正常に管理しなさいって言ってもね無理なんですよ。例えば今回の認証問題世の中に出してる全部のスペックを全部ねぶつかり試験するかと無理ですよこれ無理ね。だからいろんなコミュニケーションの中でねある特定の車種で最大公約数が出たようなね車を選び、ここでこういう検査をすれば、安全と環境はね担保できますねだから量産していいよというための認証だと思うんですよね。でそれができなかった、ということは何が異常で何が正常かということが
はっきりと上から下までのレベルではっきりしてなかったんじゃないのかなと。それで正常なものを全部検査するとなると世の中に出して全部ね検査しなきゃいけない。でも異常というものさえはっきりしとけばね、その代表選手でいいはずなんですよ。ですからもう一度絶対やっちゃいけないこと、いわばこれは異常だから絶対やっちゃいけないっていうことははっきり声に出していろんな立場の人がね確認し合う必要性があるんじゃないのかなというふうに思います。異常管理ができるような体質に戻すことだと思います。ですから異常が分かる、異常があったら止める、直す、改善する、そうすると異常が減ってくる、今度異常が減ってきたら異常のレベルを変えようと、そうするとまた異常が増える。それでどんどん改善が進む。それでそのためにはやはりリードタイムを短くするっていうかね、そうすると改善のスピード上がりますから、だからよく TPS イコール効率化、人の数を減らせとかね、そういうところがちょっと一人歩きしてると思いますけれども、ぜひとも TPS っていうのはね仕事を楽にさせる、それと分かりやすくする、そして改善が進む道具として定着させるというような考えをぜひねお持ちいただきたいなというふうに思いますね。コストと収益を追ってしまう現状、そして競争力とどうバランスを取るかについてアドバイスを求める声も上がりました。ですね、やっちゃいけないことやっちゃいかんの。それは競争力を上げようとかね、いろいろありますよ。でもね、世の中にはルールがあってね、やっちゃいけないことやったらやっぱり一回立ち止まってやり直すことですよ。やっちゃいけないことをやったらね、やっぱりそれなりになんていうか自分が反省すれば済むってもんじゃなくてね、やっぱり世間なんですよ。それで今後私がグループの責任者になるという意味は世間の代表、それから商品のだからこれじゃあマスタードライバーにねトヨタレクサスはマスタードライバーですけどダイハツのマスタードライバーになるのかってなりませんからね。日野のマスタードライバーになるかなりませんよ。食器のマスタードライバーなんかなりませんからね。今更フォークリフトの運転は覚えれない。今更大型特殊は取れない。ならばね、まずはマスタードライバーを任命することですよ。軽とかそういう車の、そして大型の車のマスタードライバーを各社はまずは任命することじゃないですか。それで、そのマスタードライバーを任命したら私に一回会わせてください。マスタードライバーの心得、みたいなのをしっかりと車に乗りながらお教えします。ということをまず出発点にしたらどうですか。手が上がり始めたところでお時間が近づいてまいりました。あと1問いきますかね。はい。会社のコミュニケーションについてですね、多分どこの会社でもある問題だと思うんですけども、多分経営者とかそういう上の方は自分に報告が来ないとか、なんかいい話ばっかり来てるんじゃないかとか、そういう猜疑心を多分心の中で持ったりする場面もあると思うんですね。一方我々その下の立場からすると、いや話はしたつもりなんだけどとか、あるいはこういうこと言ったら怒られちゃうかもしれんからちょっとやめとこうかなみたいな、そういう双方向のなんかコミュニケーションの食い違いっていうか難しさは多分どこの会社もあると思うんですね。そういったものってどうやって解消していけばいいかなってなんか最近悩んでます。そんなもん会社の中で解決してくれんさ、でもよく言った。両方歩み寄ってほしい。そこは。それで今さ、上のもの下のものって言ったでしょ。その感覚をまずなくすこと。仕事やる上ではやっぱり肩書きもあるけど役割でやってんだから。だから役割で仕事やってんだってことをやっぱりね思ってほしい。
それで上の人っていうのは責任取る人だよ、ね、それで責任取る人でありかつ上の人っていうのはなんか嫌なことも決めなきゃいけない人、はいね、それと一つの意見になってないのになんか一つに決めなきゃいけない人、これが上の人、ね、責任を取るイコールねなんかね誰かを辞めさせりゃいいっていうね形にすぐ持っていきがちなんですよ、ね、でもね責任を取るっていうのはそういう意味じゃなくて、やっぱりその世間にまずさらされること、顔が見えちゃうこと、その中で青臭い言い方すれば多くの人を笑顔になれるね決断をしていくこと。ただその中にはいろんな人が泣く決断、私なんかそういうのがほとんどでした、ね、工場の閉鎖とかねそういうのっていうのはほとんどあれなんですよ。だけど現場の若い人の強みはねより現場を知ってるってことなので、ね、でそれに聞く耳がなければ会長に直訴しなさい。ありがとうございます。とても心強いです。以上をもちましてお時間となりましたのでグループビジョン説明会そして秋尾塾を終わりとさせていただきます。秋尾会長に大きな拍手をお送りください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グループ各社のトップリーダーとの対話。どうぞ。会長がその場所に選んだのが1994年に設立されたトヨタ産業技術記念館でした。館内には近代日本の発展を支えた基幹産業の一つである繊維機械がずらり。トヨタグループの創始者豊田佐吉が掲げた研究と創造の精神、そして豊田喜一郎が情熱を注いだものづくりの大切さを社会に伝えるために設立されました。初めてのグループビジョンの説明会の場所に秋尾さんはこの産業技術記念館を選びました。これはどんな意味があると思いますか？めちゃくちゃ平たく言えば全国に別れていて家族が実家にもう一回集まって家族会議をしたというふうな感じに近いようなものを僕は感じました。はい、佐吉さんが研究を専念してここでものづくりを始められていたというような部分と豊田喜一郎さんもここで幼少期を過ごされて実際自動車事業につながっていくわけですけれども、しかもこの記念館を作られる時に豊田会長自らそういった研究や創造の心を伝える場としてプロデュースされたというふうなことからもう自然にこの地というふうなものを選ばれたんじゃないかなというふうに感じました。その後1時間に及ぶ記者会見を行った豊田会長。記者会見のフルバージョンは概要欄のリンクからご覧ください。そして翌日グループの責任者として早速動き出します。向かったのは東京。全国トヨタ販売店代表者会議がこれから始まります。今日もですね秋尾さん登壇しまして思いを伝えます。本日は全国販売店代表者会議にお越しいただきありがとうございます。皆様にはトヨタグループ各社の相次ぐ不正によりご迷惑ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。そして厳しい環境でもお客様お一人お一人と真摯に向き合いトヨタとの絆をつないでいただいておりますことに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。昨日私たちの原点ともいえる産業技術記念館にトヨタグループ17社の会長、社長、現場のリーダーが一堂に会しました。
その後私は一人で記者会見に向かいました。トヨタグループで働く仲間に、販売店をはじめとするステークホルダーの皆様に、そして私たちの製品をお使いいただいているお客様に、トヨタグループの責任者は私である、そうお伝えするためです。先日皆様にご講演いただいたスパークスの安倍修平社長が、私の経営を家元経営と解説してくださいました。家元とは創業家という意味ではありません。家元が現場においてものづくりを牽引する、その思想、技、所作に共感する者たちが集まり、ものづくり経営の強固な輪を広げていく、それが家元経営だと思います。家元がいるからこそグループが集結することができ、道を間違えた時には責任を取れるんだと思います。今のトヨタの主権は、かつての本社大本営ではなく、自ら考え動く現場にあると思います。グループ各社が主権を現場に取り戻したとき、トヨタグループは未来から必要とされる集団になれる、そう信じております。私自身が責任者としてグループをリードしてまいりますので、皆様の変わらぬご支援よろしくお願い申し上げます。危機という字は危険、ピンチと機会、チャンスという文字からできております。今こそ販売店も含めたオールトヨタが一つになるチャンスだと思います。先日、ネッツトヨタ栃木の森川正弘相談役からこんな言葉をいただきました。人生はニコニコ顔で命がけ。モビリティ事業を核にして世界中の人々を笑顔にしていく。これから生まれてくる子どもたちがもっと自由でもっと豊かな夢を描ける未来を作っていく。そのお役に立てるなら、私の人生ニコニコ顔で命がけ、そう思いました。皆様に命をかけろとは申しません。私たち全員でニコニコ顔で次の道を発明いたしましょう。本日はありがとうございました。皆さん一緒にですね、ワンチームやっていきたいなと思います。ワンチームと掛け声を上げますので、皆さんポンポンポンでトヨタでいきたいと思いますね。はい、はい、練習なしですか？ジャンボってジャンボじゃないトヨタにしといたらいいなと。はい、いいですか？練習なしですよ。練習なし。はい、はい、ワンチームトヨタ。